Hello, welcome to Hanaka Japanese. I'm Hana. 私は花です。ポッドキャストをいつも聞いてくれてありがとうございます。今までエピソード5個ぐらい撮ってきたんですけど、まだ一人で話すのに慣れてなくて、今日はゆっくり話すのを忘れないようにしたいと思います。で、今日のトピックは引っ越しについて話そうと思うんですけど、前のエピソードで最近引っ越ししたって話したと思うんですけど、新しい家の生活とか、あと日本でどうやって家探すかとか話していきたいと思います。で、日本は引っ越しするってなったら、まず引っ越しのウェブサイトから自分の住みたい家の条件を入力して調べていくと思うんですけど、一番よく使うサイトはスーモとかホームズとか何があるかな、かなりとかなんかいろいろあるんですけど、でも一番みんなが使うのはホームズとか、スーモだと思います。で、このサイトで気になる物件、お家のことを物件って言うんですけど、気になる物件があったら、そこから不動産の会社に連絡して、今この家が本当に空いてるかとか、内見できるかとか話していきます。内見は部屋を契約する前に実際に家を見に行くことを言うんですけど、内見は不動産以外では使わない言葉ですね。家探すときだけこの言葉を使います。で、まずステップ1が気になる家を探して不動産に連絡する。で、次ステップ2が内見しに行くんですけど、やっぱり写真、ウェブサイトで見る写真と実際に家を見に行った時の印象が全然違う家がいっぱいあって、で、例えば写真でめっちゃ綺麗なのに実際に内見に行ったらすごいボロいとか、駅から5分って書いてるけど本当に歩いたら8分とか9分とかかかったり、いろいろ情報と違うこともよくあるので、絶対内見行った方がいいと思うんですけど、私が家を探したのが1月2月ぐらいだったんですね。で、日本は4月が新生活のスタートで、学校とかあとは会社が新しく始まるのが4月なので、2月3月に引っ越しする人がすごい多くて、で、私が見たかった家とかは、その内見前住んでた人が家を出て、その後内見して気に入ったら新しい人がそのアパートに引っ越すと思うんですけど、その内見を待ってたら、もうどんどん他の人たちがこのもう家を内見をしないで決めちゃうから、
どんどん気になってたアパートが埋まっちゃって、でもう最終的には内見しないで決めました。だからイメージとしては、その前住んでた人がもう不動産会社に家を出ますって連絡して、でその情報がインターネットに載るじゃないですか、家の情報が。で、その家の情報出たらもうすぐ家の申し込みを入れる。で内見できないままもう契約をして、で、家が前の人が引っ越して家が空いたら内見できるっていう感じ。でも内見って言ってももうそこに住むって契約してお金払ってるので、そのキャンセルとかはできない状況なんですけど、そんな感じで内見せずに今のアパート決めたんですけど、その私の仕事場所から離れたくなく、あんまり遠いところに行きたくなくて、でその理由はその通勤時間あるじゃないですか。通勤時間が例えば家から駅まで、駅から電車に乗ってまたこの自分の事務所のところまで来るってなったら、ドアトゥドアで30分以内にしたくて、で30分以内っていう私の譲れない条件があったから、住めるエリアがすごい狭まって、で特に私の職場が東京の中で中心の方にあるんですけど、目黒にあるんですけど、そこからなんていうの、こっちの上側は渋谷とか新宿になるんですよ。だからこの上半分はなんか住む場所じゃないイメージだから、目黒からこう下側、中心じゃないところから目黒に通うイメージだったんで、だいたい住みたいこの条件を満たす駅も限られてて、でその中から駅まで徒歩10分以内が良くて、でそうだから家を探す条件は目黒まで30分、そして駅まで徒歩10分、あとは日当たり、この太陽が部屋の中に入ってくるのがとっても大切なので、日当たりと何したかな、あと料理するのでキッチンが広い家が良くて、で古くてもいいから私は広い家が良かったので、新しい家って新築って言うんですけど、新築の家とかでは全然探してないです。そう広い家、とにかく40平米以上の広い家を探してたんですけど、なんかその今新しい家を引っ越す前は最後に家探ししてたのが2年前だったから、この2年の間に東京のアパートの家賃がすごい上がってて、体感で言うと全体的に、例えばワンルームだったら1万5,000円か2万円ぐらい上がってる。で例えば2つの部屋とか3つ部屋があるようなもっと大きい家とかだったらもう5万円以上上がってるイメージでした。でそうだから家賃のもうどれぐらい出せるかによって全然なんか住める家の数、なんかこう検討できる数が全然違うんですけど、
で、日本はその部屋の言い方、間取りの言い方は、1LDK とか 2DK とか 3LDK とか言います。で、123はこのベッドルームの数で、L はリビングルーム、D がダイニングキッチンで、K がキッチンです。だから 1K とかだったら本当にもう一部屋の中にキッチンがもう部屋の中に入ってる 1K で、 1LDK だったら一人暮らしだったら十分な広さみたいな感じで、 2DK とかもあります。ベッドルームが2つとダイニングキッチン、ちょっと小さいキッチンとご飯食べるスペースがある、リビングほど広くないところとか、こういうの 2DK とか、こういう風な言い方をします。で、じゃあ家決まりましたってなったら、ステップ3個目なんだっけ、なんて言ったっけ、家を探して内見しに行って、で、ステップ3は契約するんですけど、日本は敷金と礼金っていうのがあって、で、敷金は敷金と礼金とその家賃だいたい2ヶ月分ぐらいをまとめて払う。敷金と礼金と家賃2ヶ月分と、あと仲介手数料、この不動産に仲介手数料を払うので、だいたい最初の契約の時に初期費用って言って、この自分が住みたいアパートのだいたい5ヶ月分ぐらい払わなきゃいけないです。例えば15万円のアパートだったら70万とか80万ぐらい大家さんに払わなきゃいけない。だからめっちゃ大変なんですよ、引っ越しの最初の契約の時に。で、敷金っていうのが何かというと、敷金は部屋を汚した時のために大家さんに修理代として最初に預けるお金、デポジットみたいなイメージで、もし大きいクリーニングとか必要になったら、そのお金から使っていきます。で、もし使わなかったら、その家を出るときに大家さんから返してもらえるものになってて、礼金っていうのは大家さんに家を貸してくれてありがとうございますっていうお礼のお金なので、これは戻ってこないですよね。で、その礼金って何のために払うのかって、外国もあるのかわからないんですけど、何のために払うのかわからないと思うんですけど、私もわからないです。不動産の世界ではマナーみたいな感じで大家さんに感謝の気持ちを表すお金だと思うんですけど、本当に礼金っても私たち今から住むから住んでくれて部屋が埋まっていいんじゃない、大家さんは嬉しいんじゃないかなって思うから、礼金いらないでしょって思うんですけど、でももうそれがあるのが当たり前なんで、もちろん私の意見とかは関係ないんですけど、でも物件によっては敷金1ヶ月礼金0とかもあるので、
なんかそういうのとかだと、なんか大家さんすごい親切だなとか思ったりします。でもなんか敷金1ヶ月、礼金2ヶ月とかっていうのもあります。それはめちゃくちゃ大家さんが、強気な感じです。礼金が2ヶ月でも住みたい人がいるって思っているっていうことなので、実際その2月3月の引っ越しシーズンは礼金2ヶ月の物件もいっぱいあって、なんかそこは日本独特な文化なのではないかと思います。で、敷金礼金も払ったら、次はお家をクリーニングしてもらって綺麗な状態で入居するんですけど、私がその引っ越すアパートは内見しないで契約して、引っ越しの前にクリーニングした後の部屋を見に行ったんですけど、部屋がすごい汚くて、まだで、これクリーニングしたって書いてあるけど、このままなんか住みたくないっていうか、もうちょっと掃除してほしいなと思ったので、大家さんに連絡して、部屋掃除部屋がまだ汚いので掃除してほしいとか、ここが壊れてるとか全部写真を撮って送ってやってました。で、日本に引っ越した時に気をつけてほしいのが、なんか床とか壁とか自分たちが引っ越した時にすでにある汚れとか、なんていうんだろう、傷とかは最初に写真とか撮っておくと、自分たちが引っ越す時にこの傷は昔からありましたよって大家さんに伝えることができたりします。で、結構ペットがダメ、ペット NG とか赤ちゃん NG とかっていう物件も多くて、そのマンションによって違うんですけど、私は今のアパート引っ越すときに、その子供とか生まれたら住めないので気をつけてください。なんかその時は出て行ってくださいねって最初に言われて、なんか全然予定がないからいいんですけど、なんか面白いなって思いました。なんかこんな感じ、なんて言うんだろう。そんなね、ルールがあるぐらいだし、なんか赤ちゃんとかペットに厳しい社会なので、ペットはわかるんですよ。匂いとか汚れるからとかわかるんですけど、赤ちゃん生まれたら出て行ってくださいねっていうようなアパートがあるわけじゃないですか、たくさん。でもそれは全然批判するつもりもないし、いいんですけど、こんな感じだから、そりゃ子供赤ちゃん産まない人増えるよねって思いました。なんか優しくなくないですか？なんかもっと親切、社会が助け合いっていうか、親切になっていけばいいんじゃないかなって思いつつ、でもきっとね、赤ちゃんの声とかがうるさいとか、多分昔住んでる人たちでトラブルがあったからそういうルールができたのかなって思うので、別に強い意見があるわけじゃないんですけど、なんかちょっとそういうのも思った記憶があります。で、今引っ越して実際、で、日本のアパートは海外と違うのは、ベッドとか洗濯機とか冷蔵庫とかオーブンとか、そういう家具とか家電はアパートに置いてないので、自分たちでそれぞれ新しいものを買って置いていく。で、引っ越す時はそれを実際運んでいくんですけど、洗濯機とか運ぶのすごい大変で、
運んだ後もなんか水道に洗濯機のホースをつなぐためのなんか特別というか専門の工事の人が来てくれてやってたんですけど、なんかこれ自分でできそうだなと思ったけど、自分でやるとなんか水漏れとかになっちゃうみたいなので、もうプロに任せた方がいいっていうことで任せたんですけど、なんかそういうね、なんか海外だと家電とかがお家に揃ってるイメージがあるので、それはすごい便利だなって思います。でも確かに日本人は結構掃除とか綺麗好きな人が多いのもあるし、割と洗濯にすごいパッションがある人が多いと思ってて、日本の洗濯機ってすごいいろんな種類があって、最近はドラム式乾燥機付き洗濯機とかいっぱいいろんな種類があるんですけど、なんか私の友達は結構白い T シャツとなんか色移りが嫌だから、なんか色付きのものと白い T シャツを分けて洗ったり、なんか下着は手で洗うとか、もちろんデニム洗わないとか、なんかみんなこだわりが割とあるし、なんかこうお洋服好きな人がすごい多いので、その洗濯機も自動的に皆さんこだわりがある印象だから、洗濯機が家に例えば新しいアパートに置いてあっても、みんな新しい洗濯機を自分で選びたかったり、あとは他の人が使った洗濯機を使うのは嫌っていう人が多いかもしれないですね。もしそういうルールが、そういうサービスがあったとしても、日本人は割と家電とかこだわりがある人が多そうな気がします。で、私も実際に乾燥機付き洗濯機を買ったんですけど、もうついに買って念願だったんですけど、本当に楽ですね。もう服入れてスイッチをしたら、もう乾燥までできてるので、こう服を外に干すっていう作業がなくなるだけで、こんなに楽なんだって思って、これは本当に QOL が上がったと思います。で、そんな感じですかね。日本の引っ越し、そんな感じかな。引っ越し業者、自分で引っ越す人もあんまり少ないので、引っ越し業者を使う人が多いと思います。段ボールは自分で詰めて、当日に引っ越し業者が新しいアパートに荷物を全部運んでくれる人が多いと思うので、あんまり自分たちで車で移動してっていうのは聞かないですね。そんな感じ。日本の引っ越し、皆さんの国と違うところありましたか？大前提、ルームシェアとかがあんまりないので、ゼロから自分たちで家を探して契約してっていうのが多いので、なんて言うんだろう、そういうルームシェアをする人を探すプラットフォームとか、そういうサービスとかもあると思うんだけど、あんまりポピュラーじゃない、人気じゃないので、一応オーソドックスな日本での家の探し方はこんな感じだと思います。ぜひ日本に引っ越したいなとか、家探さなきゃいけない人とかいたら、聞いてもらって役に立ったら嬉しいです。Thank you for listening. I will see you in the next episode. 次のエピソードで会いましょう。またねー。